皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは、日本の政界の親中派というものがどのようなものであるのか、今回は改めてお話をしようと思います。直近の例として私が話題にしていたのは、ウイグルに対する人権弾圧、これを非難する決議をするかどうかという場面において、現在の政権与党である自民党の内部においては、二階派が反対の中心であり、また、与党という大枠の中においては、公明党がまさに党として抵抗勢力になっていることをお伝えしてきました。このような話を聞いて、今の政権には大きな問題があるんだな。じゃあ、中国のことを考えると、それに対抗する勢力として野党側を応援していこうと考えた方もおられるでしょう。しかし、そのような考えを持つ前に一つ待ってくださいねと皆さんに提示しなければならない情報があります。それは、与党の方にも問題がありますが、同時に野党の方にも親中派の議員というものが存在することを最初から抜きにしてはいけません。今回の話というのはそうした与党の中にも親中派の議員がいるし、一方において野党側の方も同じように強烈な中国共産党賛辞の言葉を送る議員たちというものが存在することをぜひともバランスを持って知識として頭に入れるべきだというお話をします。では具体的に中国共産党に賛辞の言葉を送るのが一体どのような議員なのか、今回は関連する記事を3つお伝えしようと思います。それではニュースを見ていきましょう。小沢一郎氏が中国共産党100周年に祝意。国際社会が中国にかつてない大きな期待を寄せている。立憲民主党の小沢一郎衆院議員が中国共産党創建100年の記念日となる7月1日を控え、中国側に祝意を表すメッセージを送っていたことが29日分かった。中国国営通信の新華社によると、小沢氏は祝辞で、国際社会が中国にかつてない大きな期待を寄せているなどと述べた。小沢氏は、李克強首相と親交を結ぶなど、自民党に在籍していた時代から、中国共産党とのパイプを築いてきた経緯がある。中国側には、民主主義諸国の要人からの祝辞を明らかにすることで、国際的に包囲されているとの印象を解消する狙いがありそうだ。新華社伝によると、小沢氏は中国共産党について、創建以来、幾重もの困難を克服し、中国を大きな政治的、経済的影響力を持つ国に成長させたと評価した。小沢氏事務所は産経新聞の取材に依頼され、礼儀として送った。中国は国際社会で影響力が増しており、大国にふさわしい責任を果たしてほしいというのが趣旨だと述べた。産経新聞の取材に対する返信としてはそうなのでしょうが、少なくとも祝辞を読む限りにおいては、大国にふさわしい責任を果たすように迫っている分には、私には全く読めませんでした。新華社伝によると、河野洋平元衆院議長も祝意を寄せた。これは別記事で紹介します。中国外務省は、ロシアのプーチン大統領がオンラインの中ロ首脳会談の際、党創建100年に関する祝意を中国の習近平国家主席に伝えたとしている。日米など先進7カ国首脳からの祝辞の有無は伝えていない。加藤官房長官は29日の記者会見で、中国共産党創建100年の記念日である7月1日に、日本政府として特別な対応をしない方針を示した。一般論として、他国の政党に関し、政府として対応を取るというのは特段予定していないと述べた。小沢一郎氏とともに中国共産党に賛辞を送っているのが河野洋平氏です。河野洋平氏がどのような祝辞を送っているのか、その記事も見ていきましょう。河野太郎の父、河野洋平党が建党100年に祝電。中国共産党万歳。中国共産党建党100年祝賀にあたり、河野洋平元衆議院議長や立憲民主党現職議員、あるいは村山談話を守る会や火山会などが祝辞を述べたり、CCTV でインタビューを受けたりなど、中国共産党を絶賛している。河野太郎大臣の父、河野洋平氏の祝電。中国共産党建党100年の祝賀行事が真っ盛りだが、ロシアをはじめアフリカ諸国や東南アジア、あるいはラテンアメリカなど世界各国から祝電が届く中、日本の元議員や現職議員がおり、筆頭に挙げられるのは元自民党総裁で衆議院議長でもあった河野洋平氏。6月26日、中国共産党が管轄する中央テレビ局 CCTV で大きく取り上げられ、中国共産党新聞網でも中国共産党の宣伝として使われている。
このページでは最近寄せられた世界各国からの祝賀メッセージの一部分が公表されているが、河野洋平氏のメッセージは下から2つ目の段落に書いてある。彼は以下のようなメッセージを寄せ、中国共産党を称えている。掲載されているのは日本語原文ではなく中国語のため、記事の中ではこれを改めて翻訳したそうです。河野洋平氏の祝辞。中国共産党は団結して中国人民を指導し、社会主義制度を打ち立て完全なものとしてきた。これは目を見張るばかりの輝かしい成果である。中国共産党が中国の発展をさらに大きく推進し、世界の平和と発展を守るためにさらなる貢献を果たすことを期待している。これが河野洋平氏の祝辞である。実に立派な中国共産党参事ではないか。河野洋平氏はいわゆる河野談話、1993年で知られている。河野談話とは、慰安婦の強制連行に日本軍が関与していたという事実を認め、日本政府として心からのお詫びと反省の気持ちを示した談話である。このことを中国は高く評価しているが、事実河野洋平氏自身、2017年5月の講演で日本の憲法改正に関して中国の嫌がることばかりやっていると語っている。つまり強烈な親中派だ。立憲民主党の近藤昭一議員はインタビューを受け中国共産党を絶賛。この近藤昭一議員というのは現在の立憲民主党の前副党首です。立憲民主党の現職議員で日中友好議連幹事長の近藤昭一氏は6月10日に中国政府の通信社である新華社の取材を受け、尋常ではない中国共産党絶賛を展開している。これは中国網の日本語版で紹介されているので、そちらをご覧になると全容がわかる。立憲民主党の前副党首が中国共産党に対してどのような言葉を送っているのか記事も見ていきましょう。近藤昭一氏が見る中国共産党の100年の歩み。日本の立憲民主党前副党首、日中友好議連幹事長の近藤昭一氏は、このほど東京で新華社の独占インタビューに応じた際に、創設から100年にわたり、様々な苦難を経た中国共産党は、中国を率いて発展を続けた。これは中国共産党が人民の声に耳を傾け、解消すべき問題を解消したことが重要だったと述べた。中国共産党はこの100年の大きな努力により豊富な成果を手にした。近藤氏は1980年代に日本と体制の異なる中国に大きな興味を抱き、北京留学を決めた。当時の中国は改革開放政策を実施してから間もなかった。近藤氏にとって予想外だったのは、その後の中国の発展が非常にスムーズで、非常に長く続いたことだ。近藤氏曰く、私は1981年に中国に留学に行き、今年は2021年になる。この間に中国は驚異的なペースで急激に発展し、奇跡を作った。これは中国人民が中国共産党の指導により手にした成果だ。中国の発展の経験は隣国の参考になる。中国も事実上自国の経験を絶えず共有している。1996年に日本の国会議員に初当選してから現在まで、近藤氏は中国を70回以上訪問し、中国に生じた大きな変化を目にしている。政治に携わるようになってから、近藤氏は次のことをより深く感じるようになった。中国共産党の趣旨は人民への奉仕だ。中国の発展は中国共産党の指導により実現された。近藤氏は中国の貧困削減事業について、私は中国各地を訪問し、多くの現地の脱貧困の事例を耳にするか自ら目にした。私は政治の力とは貧富の格差の解消だと考えている。中国共産党が貧困問題を直視し、これを解消したのは実に素晴らしいことだと話した。近藤氏はまた、中国が掲げる一帯一路の共同建設は、他国との協力の強化、各国との共同発展の実現を目指している。これは偉大な構想だと話した。近藤氏は中国共産党が間もなく100歳の誕生日を迎えることに心からの祝意を表し、同時に中国共産党が引き続きアジア及び世界の発展に貢献することに期待していると話した。これが立憲民主党の現職の議員、それも前副党首の中国共産党に対する賛辞の言葉です。今回ご紹介したのは立憲民主党の議員が2名、そして元議員の河野洋平氏の1人でした。
特に小沢一郎氏の話を聞いた時に、彼が親中派の議員ですよという話を聞いても、それはみんなが知っているよというふうに特に重く受け止めない方は多いでしょう。しかし厳然たる一つの事実として、彼が衆議院という選挙を通して国会に出てきていることは紛れもない事実です。彼が親中派議員ということを多くの人が知っていても、同様に彼が国会議員というものを何年も続けていることからもわかるように、彼を支持する国民がいるからこそ彼が国会議員でいることができるのです。これは多くの日本人にとっても考えなければならないことですし、直接投票権を持っている岩手県の方々は、ぜひとも彼がどのような政治活動、どのような政治信条を持ってしているかということについて、よくよく考えるべきだと私は思います。現在の小沢一郎氏には大きな影響力はないでしょうが、しかしそのような人物であっても、現在もなお中国共産にとっては非常に利用しやすい議員であることは間違いありません。少なくとも知名度という点においては、今回ご紹介した近藤正一氏よりもはるかに知名度は全国区です。一方で近藤正一氏の場合は、立憲民主党の前副党首なわけですが、全国的な知名度はありません。だからといって中国共産党を賛辞することを見逃していいのかといえば、そういったわけでもありません。少なくとも副党首になるぐらいであれば、最低でも立憲民主党の中に彼を支持する人間がいなければ、そのような役職には就けないことは明らかです。そしてそのような立場の人間が中国共産党創立100年に向かって大いなる賛辞を送っていることは紛れもない事実です。中国共産党にとってはこのような都合のいい発言というものは大いに宣伝材料として使われてしまいます。例えば日本国内において中国共産党は世界から孤立しているといった話が出てくると、それこそ中国共産党の側から、いやいや何を言ってるんだ、あなたの国の国会議員小沢一郎氏やもしくは立憲民主党の前副党首などがまさに中国共産党を絶賛しているではないかという具合にして反論する材料になってしまうのです。一般的な政治ニュースとしてはどうしても国政に関わる与党の動きというものが注目されます。そういったわけで二階派が親中派で、彼らの活動というものがウイグル非難の決議に向けて大きな障害となり、それに加えて公明党という創価学会を母体とした宗教勢力は中国共産党とべったりくっついていることなどもまさに注意しなければならない点です。しかし同時に、じゃあだからといって与党全般がダメで、それを理由としてじゃあ野党にと支持を強烈にするのは、今回の記事からもわかるようによくよく中身を見る必要があることは明らかでしょう。政権与党に問題があることは間違いないわけですが、同時にじゃあそれを理由として野党に支持票を入れるというときは、よくよくその候補者がどのような人物であるかというのを見定めることが多くの国民に求められます。私は以前の動画の中において、立憲民主党というものが国民から全く信頼されていませんよという話をしました。それというのもこのような与党にも問題があるが立憲民主党の側にも問題がある。じゃあ一体与党から野党へと支持を移すときにその受け皿に立憲民主党がなるかといえば全くなりませんよということを皆さんにお伝えしなければならないからです。そしてこの話の変形として、与党側に問題があるんだから与党に対する支持というものを全部やめてしまおうという具合にして、自民党の中の中国に対する強く打って出ようという議員に対する支持票すらもやめてしまうというのは、私はそれは筋が違う話だと思います。これもまた先ほどの話に戻りますが、党の動きを決めるのは結局のところ一人一人の議員の積み重ねです。中国に対して明確な批判ができる議員であるかどうかというのを見ながら投票はすべきでしょうし、その動きというものを追っていくことが私は重要だと思います。というわけで今回の動画はここまで。あなたはこのニュースを聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。